Baby, you know it. You're losing patience with me, but baby, don't show it. こんにちは、A スタイルです。 Isn't this what you wanted? 私は今沖縄に来ています。 My phone, 'cause I didn't come crying. 今回の旅のテーマは空港周辺で楽しめる沖縄旅行。那覇空港からアクセスが良いホテルや周辺情報をご紹介しています。前回までの動画で那覇空港から車で約20分、バスやタクシーで気軽にアクセスできるホテル、琉球ホテル&リゾート名城ビーチや、沖縄の繁華街、国際通りにあるホテルコレクティブをご紹介しました。もしよろしかったらそちらの動画も見ていただけたらと思います。今回は沖縄屈指の繁華街、国際通りにある人気グルメ店を4店舗ご紹介します。皆さんが沖縄旅行に行く際、ぜひ参考にしていただけたらと思います。最初に来たのは第一牧志公設市場。国際通りから一本中に入ったところにある那覇市民の台所で、多くの人が訪れる観光地でもあります。お目当てのお店は市場の2階にある歩み。開店してすぐに売り切れてしまうこともあるサーターアンダギーの人気店です。サーターアンダギーは沖縄の方言で砂糖の揚げ物。お祝いの席で欠かすことができない沖縄に昔からある縁起の良いお菓子です。歩みのサーターアンダギーは独自で配合した小麦粉と沖縄県産の卵黄を使って一つ一つ低温の油でじっくり揚げているそう。水を一切使っていないため冷めても硬くならず美味しく食べることができます。お店は10時にオープン。私は11時頃行きましたが、すでに完売していました。お店の方のご好意で取り分けてあった一つを販売してくれたので、私は何とか買うことができましたが、オープンしてすぐに売り切れてしまうこともあるそう。以前は予約して取り置きもできたのですが、現在はしていないので、店頭で確実に買いたい場合は、オープンと同時に行くのが良いと思います。味はプレーンのみの販売。私が行った時は9個入りと5個入りの販売をしていましたが、現在は5個入りのみの販売です。現金かペイペイで支払いできます。外側はサクサク、中はしっかり詰まっていて重みのあるサーターアンダギーです。買う時によって油の古さを感じることがありますが、素朴な味わいで美味しい。自宅用やお土産、差し入れにも良いと思います。たくさんの種類が販売されているサーターアンダギーの中でも美味しくて食べやすいのでおすすめ。ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。参考までに店舗だけでなくオンラインでも買うことができます。自宅で沖縄気分を楽しみたい方にもおすすめです。次にご紹介するのは C&C ブレックファスト沖縄。旅先で食べる美味しい朝食がコンセプトのおしゃれな朝食カフェです。場所は第一牧志公設市場のすぐ近く、同じ通り沿いにあります。ポーク卵おにぎりの専門店、ポータム牧志市場店の目の前にあります。平日は9時、土日祝日は8時から営業していますがすぐに満席。朝から行列ができる人気店で支払いはクレジットカードを使うことができます。小さなお店ですが一つ一つのテーブルは大きく余裕がある配置なので大きな荷物を持っていても大丈夫です。私の前には2組待っていましたが待ち時間15分ほどでお店に入ることができました。メニューは牧志公設市場直送の新鮮な食材を使ったパンケーキやスムージー、アサイーボール、サンドイッチやオムレツなどがありヘルシーでちょっと贅沢な朝食を食べることができます。アサイーボールは小ぶりですがお腹にたまるのでちょうど良い大きさ。中に入っているオリジナルのグラノーラは砂糖不使用でフルーツの自然な甘さを楽しめます。人気メニューのスフレパンケーキはふわふわ。甘さ控えめで濃厚なクリームが乗っていてパッションフルーツのソースやフルーツの酸味とよく合っています。
エッグベネディクトはバターとレモンを感じる滑らかで濃厚なソースが美味。ボリュームもあるので朝食をしっかり食べたい方も満足できると思います。沖縄のリゾートホテルは空港から少し離れた場所が多いのですが、国際通りの繁華街で南国リゾートらしい朝食を食べることができます。リゾートホテルまでは足を伸ばせないけど、リゾート気分を楽しみたい方におすすめのお店です。国際通りを歩いてるとちょっと小腹が空いたり休憩したくなると思います。そんな時におすすめなのがポコカフェ沖縄。国際通りのちょうど中央付近、ドンキホーテ国際通り店や前回ご紹介したホテルコレクティブの近くにあります。沖縄島商店の看板が目印、現在11時から19時まで営業しているお店です。現金のほか PayPay を使って料金を払うことができます。香港スイーツでおなじみのポコポコと膨らんだ形のワッフルにアイスクリームやフルーツを包んだ新感覚カップスイーツが大人気。マンゴースムージーや黒糖のカフェラテ、沖縄のコーラのルートビアなど沖縄らしい飲み物やガーリックシュリンプ、ガーリックチキンなどの軽食も販売しています。店内にはイートインスペースがありますが、持ち運びしやすいカップでの提供なのでテイクアウトする方も多いようです。私はエッグワッフルの一番人気、フレッシュフルーツマウンテンを注文しました。エッグワッフルは焼きたてで提供されるのでほかほか。もちもち食感でとても美味しいです。フレッシュフルーツマウンテンは生クリームと4種類のフルーツがたっぷりトッピングされていてテンションがかなり上がります。大きすぎず、ワッフルも生クリームも甘さ控えめなので気軽に食べることができるスイーツだと思います。ブルーシールのアイスが入ったエッグワッフルもあるので、暑い時期はそちらも良さそうです。最後にご紹介するのは、石垣牛専門店ステーキダイニング88松尾店。沖縄のステーキ店の老舗、ステーキハウス88の系列店です。国際通り沿いの前回動画でご紹介したホテルコレクティブのすぐ隣、1階にローソンがある建物の2階にお店があります。こだわり抜いた石垣牛の希少部位を使用した最高級のステーキが食べられる専門店で、他の88と一味異なる極上の時間を楽しむことができます。現在はディナーのみの営業で、料金はクレジットカードのほか、PayPay や LINEPay、交通系 IC などの電子マネーでも支払うことができます。店内は黒を基調としたモダンで落ち着いた雰囲気。ファミリーやカップル、友人同士で気軽に楽しめるボックス席や仕切りのあるテーブル席があります。石垣牛のメニューはステーキをはじめハンバーグや握りもあり、ステーキは前菜やスープ、サラダがついたコース料理を選ぶことができます。お店の方におすすめを聞いたところ、希少部位の座布団やミスジが人気だと教えてくれたので、それらをオーダーすることにしました。前菜は石垣牛のユッケ。お肉の美味しさにステーキ肉への期待が高まります。続いてスープとサラダ。サラダは見るからに新鮮、シャキシャキでした。私は沖縄のステーキ屋さんでよく出てくる白いスープが少し苦手なので、コーンスープで安心しました。ステーキは刻みわさび、大根おろし、岩塩、ステーキソースとニンニク醤油、ポン酢でいただきます。私たちは焼き加減をミディアムレアでお願いしましたが、鉄板で火を通してもかなりレアでした。苦手な方は焼き加減をしっかり伝えた方が良いかもしれません。ミスジは腕肉の希少部位。柔らかくて口の中で溶けます。脂身が多すぎないため食べやすく、とても美味しいです。座布団は肩ロースの希少部位。かなりジューシーなので量は食べられませんが、味は癖がなくてとても上品でした。
通常のステーキハウス88と比較してお値段は高いのですが、納得の美味しさです。ちょっと奮発して美味しいステーキを食べたい方におすすめです。国際通り周辺の人気グルメいかがでしたでしょうか？どのお店も人気があるだけありとても美味しいです。ぜひ国際通りを観光する際、参考にしていただけたらと思います。次回の A スタイルは那覇空港から車で約30分、2022年4月にオープンした沖縄プリンスホテルをご紹介します。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録お願いします。